原田専門家ドエースドエ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 ースということで、今日は、昨日ネットフリックスでやっとあれを見たんですよ。パラサイト半地下の家族ね。公開当時すごく話題になって、見たいなとは思ってたんですけども、いつものなんていうんですか、癖、デブ症、そこまでして見に行くものなのかという、どうせまたテレビでやるだろう、あとね、そういったネットフリックスや、Amazon プライムビデオなんかですぐに見れるだろうなということで見に行かなかったんですね、劇場には。で、ネットフリックスにあったので見ておりました。評判がねすごく良かったんですよね。公開した時にすごいと、言われてて、であまりにもそう言って、周りの評判というか、すごいって言われちゃうと、こうどうしても期待値が上がっちゃうので、なるべくそういうねフラットに見ることができなくなっちゃうので嫌だなとは思いつつも、一応見たい映画だったので見ました。感想からいくと、最後僕はちょっとあれは納得がいかないというか、そうですね、ちゃんと裁きを受けてほしいなっていうのが、まずそこが一番でかいですね。それが腑に落ちないというか、そうね、ネタバレね、今更ネタバレどうやとかね、こう見てる方も少ないので、ここからはもう多分にネタバレを含んで話しますけども、最後金持ちの家に帰省していくお話なんですよね。この言うたら貧乏家族が、半地下に住んでいる家族が、お手伝いさんのふりをして、家庭教師のふりが最初ですね。家庭教師のふりをして忍び込んで、またね、妹がまた家庭教師のふりをして忍び込んで、運転手のふりをしてお父さんが忍び込んで、家政婦として、忍び込んで家を乗っ取るというか、そこの、金持ちからいい給料をもらって、生活を立て直すというかね、生活をするというお話なんですが、その最終的に追いやった家政婦の旦那さんが、お金持ちの家の地下倉庫のさらに地下に、隠し部屋があってね、それは前の住んでた人が作ってた秘密の部屋だったんですが、そこに、辞めさせた家政婦の旦那さんがずっと4年半も住んでいたと。でそれがある日わかるわけですよ。で一悶着あって、最終的に殺してしまうんですけども、その金持ちも殺されてしまうんですけども、旦那さんがね、運転手をやってた旦那さんが最終的にそこのお金持ちも殺して地下に、住み着くようになるんですけども、で子供たちはね、精神が錯乱状態でと言って、重い罪を免れるわけですよ。それがね、どうも僕は納得いかない。最終的に住み着いたお父さんも、僕はそれはちょっと納得がいかないというか、人をね殺めちゃっているのがね、それでそうなりますかっていうのが大きかったです。物語自体はね、そう言ってうまいこと潜り込んでしめみたいな感じなんですけど、そっからですよね、こうなんて思い上がっちゃうというか、あんまりにもうまくいってて調子こいちゃって、息子の
ね、お金持ちの息子の誕生日の日にキャンプに行くと言って家族が出かけてる間にどんちゃん騒ぎをねするんです。そこもねこうもうちょっとねしたたかになりませんか。普通というねあんなにこういわば帰省してね、人ん家に帰省してそこまで羽を伸ばすことが僕にはできないなっていうのが思っちゃったんで、いやあの辺からどうも違うと思いながらは見てましたけども、まあでも面白かったといえば面白かったですけども、ねちゃんと裁きを受けてほしいなっていうのがありますね。たとえ映画だとしてもとは思いますね。あと細かな描写というかね、モールス信号でみたいなくだりがあったり、なかなかね土地柄もあるのか、そういったね韓国だったらそれが結構そこそこなんかああいったなんとかキャンプに入っててモールス信号がわかるみたいな振りがねもう普通わかんないですよね。手話ですらわかんない、手旗信号ですらわかんないのに、果たしてモールス信号、電気がチカチカしていて、これはモールス信号だってスッと気づいてすぐそれを解読できるのか、ね、そこはそういったミステリーの一つのギミックとしてはねありなんでしょうけども、なかなか現実的じゃないですよね。映画をどこまで現実的に見るのかっていうのはありますけどね。本当に最終的にはお父さんがね最終的にどうなってしまったのかまでは見たいなとは思いますけども、例えばあれの続編を作るときにじゃあねまたというか最後息子がね監視の警察の追跡、尾行が手薄になった頃に何か気になると言ってその金持ちの家を覗きに行くとか、山からね双眼鏡で見るとまたモールス信号でお父さんが息子にメッセージを伝えてるんですけども、その後もね、代替わりしていくんじゃないのかな、家は代々ね、そんな物語ね、次の地下生活者が、ね、家族では地下に住んじゃえばいいのとはね思いましたけどね。娘さんは亡くなっちゃって、前のね住んでた家政婦の旦那さんに殺されちゃうんですけどね、って思いましたね。最初本当になんか悪いことして生き延びちゃったんだっていうのがまず僕の率直ななんていうんですかね、こう素直に楽しめないと。物語としてはじゃあどうしたら僕が納得したのかっていうのはありますけどもね。金持ちに対してそこまで恨みを持つというかね、妬ましい気持ちになってしまうのかなとは思いますね。本当に住む世界が違うんだからね、そこは帰省してね吸い尽くせばいいのになとね。その吸い尽くし方があまりにも後半がねちょっとバタバタっとなって、大事件みたいな感じで、だから連載中の漫画が急にね
連載中止になってしまうがために結末を慌てて急いだみたいな感じの終わり方だったのが、僕はちょっとと思いましたね。設定自体は良かったので、もうちょっとなんか最後なかったのかなって思いますね。やっぱり悪いことはできないぞというような方が僕は好きかなって思いました。はい、これが、パラサイト半地下の家族の感想でした。チャンネル登録と高評価、あとパラサイトを見た方のね感想もいろいろ聞きたいですね。このままね書き起こしてフィルマークスの方に感想としてアップしておきましょう。はい、ありがとうございました。